皆さんこんにちは。今回はですね、新製品紹介を行っていきたいと思います。はい、その新製品というのがですね、もうここに見えてると思うんですけれども、こちらですね。はい、じゃじゃん、グラスパー STD Max ということでね、このグラスパー STD シリーズ、このスタンダードのですね、グラスパーシリーズにですね、この Max というのがですね、新しく、加わります。はい、この MAX、こんな感じですね。横のデザインはね、グラスパー STD、今までのスタンダードサイズのグラスパーと一緒なんですけれども、そこにですね、MAX というのがつきました。この MAX、何がまず違うのかっていうとですね、大きく違うところはですね、今ちょっとこの辺に、スペックが出てきたかなと思うんですけども、トルクが大幅にアップしてます。でちなみに、どれぐらいアップしてるかっていうのは、今までのグラスパー STD ですね、普通のグラスパー STD が、7.4V 時でトルク 40kg に対して、こちらのですね、MAX は、45.6kg、約 5.5kg ぐらいですね、トルクが上がっています。その分でちょっとスピードは、ちょっと控えめに、しているスペックの、グラスパー STD Max。要はですね、今までので言うと、グラスパー STD のトルク型、トルクタイプ、レスポンスタイプっていう風に今までは言ってたんですけれども、そのトルク型に当たる、グラスパー STD って考えてもらえればいいと思います。それをね、今回ちょっと、トルク、グラスパー STD トルクじゃなくて、ちょっと言い方をね、マックスというふうに、ちょっとかっこいい感じに、変えたものになります。ちなみにこのマックスって名付けたのはですね、うちの近藤専務です。なんでマックスかはですね、近藤専務に聞いていただけたらいいかと思います。おそらくね、ホビーショーに、いるかと思うんで、もしホビーショー行かれる方はですね、これなんでマックスなのか、ぜひ近藤専務に聞いてみてください。素晴らしい答えが返ってくるんじゃないかと思います。はい、そんなグラスパー STD Max なんですけれども、カテゴリーですね。何のカテゴリーに適したサーボか、って言いますと、ズバリですね、81バギーです。81の、GP バギーですね、に、このサーボはベストマッチ、するサーボです。もちろんね、81系の、今ね、81バギーベースの、オンロードの、81の GP ツーリングみたいなのもあるんですけど、もちろんね、そんなのにも、使っていただけるサーボですね。要は、トルクを必要とするサーボで、スピードですね。スピードはあまりいらないよっていう、スピードありすぎるとね、逆にちょっと運転難しくなっちゃって、で、トルクを必要とするような、カテゴリーに、適したサーボになります。でその中でも、圧倒的に 81GP バギーに、ベストマッチのサーボです。要はね、81GP バギーで、開発してきたサーボになるんですけれども、今回ね、このサーボ、開発するにあたってですね、北海道の、木村優也選手というね、去年から、うちのサポートに入っていただいたドライバーなんですけれども、彼にですね、結構協力していただいて、で、このですね、グラスパイ 3D も、同じ、今までのですね、サポート同じようにですね、5種類の、メモリーがプリセットされています。でその5種類のメモリーを作るのに、その木村選手の方にですね、協力していただきました。そういう北海道のドライバーなんですね。北の大地で、出来上がったサーボっていう感じなんですけれども、そんなサーボになります。グラスパー STD。はい。でね、その、木村選手のマシンですね。今ね、今年からだったかな、去年だったからかな、アガマっていうところの、車のサポートを受けて、81の GP バギーの活動をしていかれる選手なんですけれども、ホビーショーにですね、そのマシンに、このサーボを乗せて、展示しようかと思っています。なんでね、ぜひ、車と、このサーボを実際に見られるチャンスなんで、ホビーショー来られる方、ぜひうちのブースに立ち寄っていただけたらなと思います。はい、そんな感じでですね、グラスパー STD Max、おそらくね、ホビーショー受注の、5月中旬から下旬の発売になるんじゃないかと思います。ちょっと今のところ具体的な日にちがまだ未定なんですけれども、おそらくね 5月の中旬から、下旬発売になるかと思うので、ぜひですね81バギーやられる方はですねもう、絶対いいと思いますので、必見サーボグラスパー STD Max、楽しみにしていてください。はい、今ねちょっと、はい、ここでですね、スペックの話
したんですけれども、スペックがね、トルクが、約5キロほど、グラスパ STD より上がってますよって、でスピードは若干下がってますよっていう、話をしたんですけれども、ちょっとねこのスペックに関して、せっかくなんでねちょっと、個人的な、個人論といいますかをちょっとねこの動画でお話ししたいなと思うんですけれども、結構ね皆さんよく、スペック、見てサーボ何がいいかなって選ばれると思うんですよ。結構ねこれはね初心者から中級者、上級者もそうなんですけれども、ほとんどの方ねスペック見てこので比べると思うんですよ。サーボ選ぶときこのサーボの方がこうスペックがいい、トルクも、スピードもどっちも速いからこのサーボ買おうっていう、選び方する人、かなり多いんじゃないかなと思うんですけれども、これ自分が開発してる側の作ってる側の、あくまで個人的な、ポイントなんですけれども、自分的にはねスペックって結構どうでもいいんですよ。で後からついてくるもんで、要はねこの、例えばこのグラスパ STD だったらのマックスだったら、81バギーでメインでテストするんですけれども、その時の、ベストな状態っていうのをですね、要は探っていくんですね。トルク上げたり下げたり、スピード上げたり下げたりっていってベストのところを探っていくんですけれども、決してね、例えばスピードも速くてトルクも高ければ、速く走れるってもんじゃないんですよね。なんで、これは、このサーボに関してはですね、グラスパ STD よりもマックスの方がスピードは、遅くなってる、トルクは上がってるっていうのはですね、これがベストだからなんですよ。要はこっからスピード上げたからといってこのサーボで速く走れるかっていうとむしろ遅くなると思うんですね。でトルクも、これ以上もっと上げたからって言って、速く曲がるようになるか、もっと曲がるようになるかっていうとね逆に曲がらなくなるんですよ。要は空振りしちゃう。これはね、前も以前にもこの動画でどっかで話したような気がするんですけども、トルクありすぎてもスピードありすぎてもね、ステアリングが空振りして、要はタイヤグリップしないんでね、曲がらなくなってしまうんですね。というところのベストバランスをチョイスした結果が、このですね、トルク 45.5 キロ、スピード 0.09 キロなんですね。もちろんこれは、これが81バギーの全てではないんですけれども、もちろんね他社サーボじゃ違うからダメなのかって言ったらそんなことはないと思うんですね。それはですね、他社の、サーボのアルゴリズムとかですね、あとその、設定ですね、保持力どれぐらい逃がしたり、とかって、かなりいろんな要素があるんですけれども、そのいろんな要素によって、そこは変わってくると思うんですね。で、今回このグラスパ STDマックスを作ったアルゴリズムの要素で、この数値がベストだから、またトルクが 45.5 キロの、45.6 キロがちょっと細かいですけれどもの、スピード 0.12 キロ、これがベストなんですね。なんで、このサーボこっから、もっとスペック上げたから、もっと速く走れるっていうもんじゃないっていうのをねちょっと、知っておいてもらえたらいいかなと思います。スペックが全てじゃありません。サーボは、ハイスペックなもの、扱いきれません。むしろ逆に遅くなってしまうんですね。ということでですね、うちのサーボ、特に自分が作ってる、ものに関してはですね、基本的には、スペックは後からついてくるものだと思うんですね。はい、なんで、スペックだけねサーボを買われる時の、アドバイスなんですけれども、単純にスペック高いものを買えば、そのサーボすごいっていうわけじゃないですよっていうのをですねちょっと、今回の新製品動画のついでにですねちょっと、お伝えしてみようかなと思いました。はい、そんな感じで、BSX4S、グラスパ STD MAX、5月中旬から下旬発売になると思います。はい、あとですね、ぜひホビーショー、来られる方、実際に、木村選手の80バギーにですね、このサーボを乗っけて、展示してありますので、ぜひ、実物見てもらえたらと思います。こんな感じでね、レーザー彫刻も結構いい感じで、ね、この辺も二重加工で、見た目も結構かっこよく仕上がったと思いますのでですね、ぜひ、実物見てみてください。はい、そんな感じで今回はですね、新製品の紹介動画を、お送りいたしました。それではまた。